はい、どうもじゃ、金子でございます。ということで、今日なんですけども、久しぶりの船釣り編でございます。よいしょ。今日は船に乗って、生きたイワシを泳がせて、大きいカサゴとかね、ヒラメとか、マハタとか、いろんな魚狙っていきたいと思います。それじゃ、船に移動。今日もじゃあ、電動のリールと、柔らかめの竿。で、餌がイワシですね。はい、ということで、釣り場の方に到着しました。波はちょっとありますね。水深は2、30メーターで結構浅いですね。それじゃあ釣っていきましょう。なんか来た、なんか来た。お、やりました。とりあえずファーストヒット、ヒラメですね。まあギリキープサイズでしょう。ただいまということで、本日の釣果がこちら。ヒラメ、アヤメカサゴ、カサゴということでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。釣れたてのお魚たち。ということでね、このカサゴは会長からもらいました。今日はね、こちらの魚を使ってね、何作っていこうと考えたんです。まあ普通に刺身につけもいいんですけど、今日は濃厚なスープを作っていこうかなと思います。それもできる限り魚介の美味しさをギュッと濃縮した、そういったスープ作っていきたいと思います。で、まあヒラメは普通にこれお刺身で食べます。で、スープにするのに、まあこの2匹でも相当いい出汁が出るんですけども、個人的にあと貝の旨味、これが欲しいなと思いますんで、ちょっと貝を買いに行ってきます。はっ、ダジャレみたいになっちゃったね。行ってきます。さてさて、ハマグリあるかな。お、やっとるね。よし、あった。ハマグリ1件、値段が1300円。結構入ってるな。2つぐらいもらっていこうかな。どれがいいかな。これたくさん入ってるんじゃないこれ。これと、あ、これもたくさんじゃん。これにしよう。すいません、これ2つください。これハマグリ焼くの？これでね、スープ作ろうかなって。出汁がすごい出るんだ。出汁がすごいよね。ね出汁を使おうかな。はい、帰ってきました。ハマグリを買ってきました。ハマグリってとっても濃厚で濃い出汁が出ますんでね。これは使いたいなとたっぷり買ってきました。そうしましたらまずはカサゴの処理をしていきます。鱗とエラと内臓を取り出していきます。はい、ある程度鱗が取れましたら金だわしで仕上げていきます。で、こういうね、顔のとこの小さな鱗も金だわしで取っていきます。はい、このように綺麗に鱗が取れました。アヤメカサゴも同様に落としていきます。はい、そうしましたらエラを抜いていきます。包丁をエラの隙間に入れて巻き込んで抜く。こんな感じですね。でちょっとね、カサゴは大きいのでね、気をつけてください。やり方は一緒ですね。エラの隙間に包丁を入れて、ここをこういう風に包丁で巻き込みます。で、抜くと。こんな感じですね。ちょっと難しいですけどね、慣れれば簡単にできますので、ぜひ挑戦してみてください。で、ここに包丁を入れて、内臓を抜いていきます。うわ、内臓空っぽですね。何にも入ってない。すっからかんですね。こっちも同様にヒレの下から斜めに包丁を入れます。で、内臓を出していきます。これも何にも入ってないな。よう、あの大きなイワシ食べたな、これ。で、綺麗に流水で洗っていきます。これで、お魚の仕込みの完成。で、スープのベースは、ボウルに天然水入れます。で、そこに昆布。で、戻していきます。はい、このように昆布が戻りました。今日は圧力鍋を使います。お鍋に先ほどの昆布の戻し汁と昆布を入れます。で、火にかけます。弱火で沸騰寸前まで熱していきます。はい、沸騰寸前になったら昆布を取り出します。で、そこにきれいに洗ったハマグリを加えていきます。口が開くまで熱します。
はい、そうしましたらこのようにハマグリの口が開きました。このまま食べたいところですけども、殻だけ取り外します。この身は食べずに、もう一回スープの中に戻します。今日はあくまでもスープを作ってますのでね、ハマグリが入ることによって、これだけスープが白濁して、すごい出汁が出てます。よし、これで殻が取り外せました。そうしましたらここに生姜を1かけ。で、ここに先ほど釣ってきた新鮮なカサゴを入れていきます。ちょっとこいつ入らないんで半分に切りますね。美味しそうな身してますね。で、ここで圧力鍋の蓋をして、高圧で20分ほど圧力鍋で炊いていきます。じゃあ20分後に移動。はい、そうしましたら20分経過しました。開けていきましょう。わー！怖い。何今の？まだちょっと抜けてなかったですね。うわ、えらいこっちゃ。もう、掃除が嫌だ。ただめちゃくちゃいい匂いするんだけど。今まで嗅いだことないぐらい濃厚なスープの匂いがする。うわーどうしたらいいのこれ。それはおもろいわ。ちょっとこれは良くないな。よいしょ。せーの、よいしょ。はい、こんな感じにスープができましたと。カサゴの脂が浮いてきてますね。で、カサゴもほら、トロトロでぐでんぐでん。骨までしっかり出汁が出てる。そしたらこれをこしていきます。まずはザルで大まかに大きいやつだけこしていきます。これが大量のハマグリと釣れたてカサゴから抽出された最高のスープ。これをさらにこしていきます。ガーゼを2枚張り。こんだけ取れました。ちょっと味見してみますね。めちゃくちゃいい匂いする。やば。いただきます。うんまっ。めちゃくちゃうめえ。待って、俺すげえの作ったかもしれない。もしかして。これだけじゃ物足りないかなと思って、こっからさらに味を変えようと思ったんですよ。こういう透明の醤油とか用意したんで、こういうの入れて、ちょっと味変えようと思ったんですけど、これで完成だ。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、飲んでいこう。さて、さっき味は知ってるんですけど、もう一度飲んでみましょう。ちなみにこのスープ1杯で5000円分ぐらいの魚介使ってますからね。いただきます。うわマジでうめえ。塩とか醤油とかそういう塩分入れなくても、味締まってるのって思う方おると思うんですけど、ハマグリあんだけ入れたんで、ハマグリから結構な塩気が出てるんで、もう本当にちょうどいいスープとなってます。うまい。でもやっぱカサゴはね、すごい。めちゃくちゃいい出汁が出る。カサゴのお味噌汁とかすごく有名じゃないですか。出汁が出るって言って。スープにしても美味しいよ。めちゃくちゃいい出汁出してるもん。で、ベースは昆布出汁ベースが正解でしたね。ここに鰹節は入れちゃいかん。このカサゴの風味が台無しになっちゃうんでね。昆布出汁で正解。はい、ということで今日はこちらの釣れたて魚介のクリスタルスープとでも名付けましょうか。ときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん緑色のやつお緑さんでいきます。泡立て、青い立て。さすがに泡は立たなかった。いただきます。うめえ。緑茶とよく合う。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は釣れたてのカサゴと大きなハマグリでスープを作ってみましたけども、めちゃくちゃ美味しかったです。想像以上にいいのができました。あれ今日はカサゴだけでしたけど、もっといろんな魚をミックスして、もっと旨味を濃くしてったら、どんな味になるのかすごく僕気になりましたんで、またね、釣ってきた魚であのスープを作って、そしてそこからさらにあのスープを使ってアレンジ料理作っていきたいなと思います。ラーメンか茶碗蒸し、どっちか作りたいですね。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。